はディズニープラス限定配信中のアニメ X メン最新作、X メン97の内容に触れるネタバレありの動画となっています。本編鑑賞後の主張を強く推奨いたします。以上を踏まえてお楽しみください。なんか古臭いけど今の時代にこんなの楽しめるの？マジで作画いいからクソ面白い。作画のクオリティ高かった。旧作と並行してみたけど軽口のノリが本当に当時と変わらないのが一番わかってる感ある。配信された2話まで見たけど2024年にやる続編として満点あげていい出来だった。作画が例のオープニングばりに良くなってるしキャラのノリも当時のままで感動したしマグニートがかっこいい。来週も楽しみ。X メン好きなら間違いなく見て損はないと思うくらいできー。ここ好きすぎる。本当に作画いいわ。いちいち作画が良すぎて震えてる。このクオリティのまま全話いけるのか？ショックのオープニングほど絵柄は濃くないんだけど、1話ごとにめっちゃ作画良くてかっこいいシーンがモリモリだからテンション上がるわ。割とガチめにメリケン人がこのオープニングに嫉妬したらしいな。まあ綺麗だからな。その代わり映像の構成めちゃくちゃだけどな。ブルードがまるでマグニートの部下じゃんこぜ。そいてくらいフォームーンって爆笑する。自分たちが見てる X メンアニメとは別のシリーズだと勘違いする人もいたとか中身一緒やぞ。X メン自体はディズニーで配信中だがオープニングがアメリカ版になっているため日本版を見る方法は当時の VHS や動画サイトにある違法アップロード以外に方法はない。通貨オリジナルのオープニングのキャラロゴが飛び交うのがシュールすぎる。なぜ新作でも再現してしまったのか。でも音楽はかっけえんだ。吹き替えないのが残念だったけど、見てくうちに気にならなくなるくらい面白い。ウルヴァリンのジーンへの気持ちとかローグの人肌に触れられない苦しみとかあって旧作の続きだなって。教授死んで1年経ってるせいかだいぶみんな落ち着いてたな。マグニートが教授の後釜とか嫌がらせかよって思ったけど、かっこいいなマグニートってなってました。アメコミでマグニートを仲間になったって聞くけど敷居高くてアメコミ読めなかった。もしかして今回のアニメは味方でかっこいいマグニートが見れるのか？さよう。エグゼビアの意志を継ぐために過激な思想をやめて人間に歩み寄るよ。原作からして教授が倒れたり再起不能になると何か取りつけて歩み寄ってくるんだよなマグニートを。手段の違いから反目するけど基本教授大好きおじいさんだから。2話のマグニートの演説よかった。そこでもしかしてマグニートを本気で歩み寄ろうとしてるの？ってなった。おいおいマグニートをリーダーでクラコアルーとか思ってたら歩み寄りの姿勢で感動したよ。クラコアは幾度の核実験により知性や能力を持つようになった生きた無人島。なんやかんやあって宇宙に飛ばされた後にまた地球に来て最終的にはミュータントの独立国家になったようです。投稿者はアメコミ未読なので詳しい方がいましたらコメントを書きくださると幸いです。X メン97の出来良すぎて3話にも期待しかない。1話の着陸サイクとセンチネル戦に2話のマグニートの演説の時点でヤバいよ好きになる。これ、お堪能できる良いアニメだった。旧アニメだとメンセラな毛布が精神安定してウルビーとめちゃくちゃ仲良いし活躍してんのいいわ。ファンサービスを一手に担う男毛布。1話で毛布がデブに変身した時はおーってなった。そんなやついたなーって。毛布の変身でファンサービスやるのめちゃくちゃいいよね。サイロックになってる。エンジェルにもなってたし毛布の変身って能力もコピーできるのね。毛布ってコミックにもいたの？初出はアニオリキャラ。反対にコミックに輸入された。毛布元の顔もイケメンになってねえかお前。もっとしょぼくれたおっさんだったろ。相手気にしてないからいいけど毛布の変身ちょっとお前考えろよ。って言いたくなったよ。ジーン変身でそれ許されるんだ。ってなって。セイバープース変身でそれ許されるんだ。ってなる。毛布くんちょっと変身ライン超えすぎない。ってなるからハラハラするんだよ。旧作で毛布がローグになりすましてガンビットに色仕掛けかけたことあったけどあれは凶悪だった。毛布くん1話で教授に変身して出てきた時はこいつ。ってなったよ。サイロックは出るのか？毛布が変身してた。今シーズンは何と戦ってるの？差別とセンチネル。X メンだな。センチネル相手ならストーム一人で十分やな。センチネルってめっちゃ強いらしいけど割とボコボコにされてるな。いやでも一般ミュータントからしたら脅威だよあれは。多分センチネルの完全無敵のイメージはヒューパスの影響がでかそう。X メンが強すぎるだけで超強いよ。もうミュータントよりも気軽にセンチネル作る人類の方がヤバくない？あとローグが超可愛い。旧作見てから X メンで一番可愛いのはローグだなって思ってます。俺マグがついてないミートだけど命をかけてもローグに触りたい。
死ぬぞ。ただのニートじゃねえか。ローグはあんな魅力的なのに触ったらエネルギー吸い取られるっていうのが残酷だ。サイクロップスも目を開けたらビーム出るの止められないし、制御できないのはきついよね。実質リーダーじゃないって思ってたストームさんがただの髪型が派手なお姉さんになってしまった。ハルベリーリスペクトです。ストームから能力奪ったら戦力激減じゃん。サイクにいちいち突っかかるウルヴァリンも原作アニメの味を感じる。ジュビリーがダンスしながら能力でパチパチさせてるとこすごかった。サイクロップスのビーム移動とかすげーってなったよ。都合のいい時だけ移動や落下の勢い軽減に使えるのが、キャップの盾みたいなズル物理学の系譜を感じた。ビームで着地とか今回のサイクロップスビームをめちゃくちゃうまく使ってる。多分アメコミ敷居高くてサイクロップスのイメージが悪いままの人もいると思うんだよね。今回のアニメで変わってほしい。ちなみにキャストは極力当時の人を使っている。旧作で地下のミュータントの話見たけど、一生人類とは分かり合えないからずっと地下暮らしだろうなって思ってたら今回出てきてびっくり。ガンビットとウルヴァリンちょくちょく喧嘩してたから、1話のエネルギー込めた爪にはおーってなった。やっぱりガンビット好きだわ。かっこいい。さすがに前作52話は敷居高い。そんなあなたのために大体わかる X 面を投稿してくれてるよ。まあぶっちゃけエグゼビア死亡だけ知ってれば見ていいよ。多分こっちの方が画質いいだろうからこっちで見よう。字幕もちゃんとしたのがついてるし。旧作の良かった部分を引き継ぎながら作画を超絶リッチにしたアニメだからそりゃ面白い。続編ではあるが X 面入門におすすめしたい。ビーストがやたら古典を引用するやつやってたのも良かった。原作の方の新チーム分けは今回の新作アニメ意識してか、ガンビットとジュビリー参加で嬉しい。サイクロップスとジーンの子供がケーブルって聞いたんだけど今回生まれた子供も将来ケーブルになるの？はい。残念だが少なくとも原作のケーブルはジーンとの子供ではないんだ。シニスターが作ったジーンのクローンのマデリーンとスコットとの子供がケーブルなんだ。そういう由来にもかかわらずジーンと復縁するからマデリーンはヴィランになりました。まさか幼稚園児の頃に見ていた X 面のアニメの続編が30年ぶり見られるとはね。すごい時代になったものだ。ミュータントは出てけー。この安定のクソマーベル市民。差別とマーベル市民はろくなもんじゃないぜ。なんであの世界ミュータントに厳しいんだ。普通の能力者は歓迎してるくせに。マーベル市民のファンタスティック4は良くてミュータントがダメな理由が知りたい。ミュータント正式名称はホモサピエールホモサピエンス、人類が突然変異によって生まれた X 因子の影響で別種族へ変化したもの。未知の宇宙船を浴びたファンタスティック4やウェポンアイのキャプテンアメリカデッドプールなどの後天的に能力を得たケースはミューテイトと呼称される。人類になり変わる種だからですね。生まれながらにの化け物か後から化け物になったか。人類じゃないから。本当に人類ではない。染色体に X 因子だか遺伝子が混じってるから別の種族なんだよ。宇宙船による変異と自然現象とでどうして交差が。なんで急に97年のアニメの新作なんて始まったんだろう。マルチバース展開の一環。わからん。マーベルスタジオもわざわざマーベルアニメーションという新規レーベル立ち上げただけに、これからはアニメにも力を入れていく決意を感じる。まあ最近マーベルのアニメ面白いから全然ありだよ。なんだかんだでクオリティはアニメ全般安定してるよね。少し前になってしまうマーベルスパイダーマンのアニメも出来はいいし。2はラストのジーンって未来から来たのかな。